いつも私たちが何もないっていう時、空っぽの段ボール箱みたいなものを想像しますよね。そうですね。中の空気も全部抜いて、塵一つない完全なゼロの空間というか、そこの方を指さして、ほら何もないよって。はい、完璧な無ですね。何も存在しない静寂そのものって、誰もがそう想像するはずです。ですよね。でも、もしその完全な空箱の底が抜けていて、実は目に見えない極小の泡がブクブクと湧き上がっては消えを繰り返すような、とてつもなく騒がしい海の上を漂っていたとしたら、あなたはどう思いますか？それはまさに現代物理学が私たちに突きつけた究極のどんでん返しですよね。そうなんですよ。私たちが信じていた絶対的な静寂は、実はとてつもなくダイナミックな世界だったんです。本当にその通りです。今日はこの深掘りで、天にも満たない極小のエネルギーの塊から、今これを聞いているあなたという存在に至るまでの1308億年の壮大なストーリーを解き明かしていきます。はい。今回のミッションは究極のミステリー、宇宙と生命の起源です。壮大なテーマですね。今回ベースにする資料は、カリフォルニア大学や東京大学のトップクラスの理論物理学者たちの講義録。なるほど。それから高エネルギー加速器研究機構ケックですね。そこがまとめたブルーバックスの宇宙と物質の起源。そして私たち自身の詳細なリサーチメモです。非常に信頼できる最先端の知見が集まっていますね。はい。難解な数式は一切なしで、私たちの体を作る物質はどこから来たのか。なぜ宇宙に生命が誕生したのか。そして宇宙を支配する見えない 95% の謎とは何なのか。あなたと一緒にこの深淵に飛び込んでいきましょう。よろしくお願いします。すべての始まりを考える上で、まずは宇宙がいつ、どうやって始まったのかを明らかにする必要がありますね。はい。先ほどの騒がしい空箱の話につながりますけど。つまり、宇宙は完全な無から始まったわけじゃないってことですよね。その通りです。物理学における真空って、日常で考えるような何もない空っぽの空間ではないんですよ。はいはい。量子力学の不確定性原理によれば、空間のエネルギーを完全にゼロにすることができなくて。ゼロにはできない。常に真空の揺らぎという現象が起きています。これは仮想粒子と呼ばれる粒子と反粒子が突然現れては、ごくわずかな時間でぶつかり合って消滅するっていう。なるほど。まさに沸騰する海のような状態なんです。ちょっと待ってください。沸騰する海から宇宙がポッと生まれるって、そもそもエネルギー保存の法則に反していませんか？鋭いですね。無から突然、巨大なエネルギーを持った有は生まれないって学校で習いましたよ。素晴らしい指摘です。まさにそこが最大の壁でした。しかし、これを解決する鮮やかな鍵が重力なんです。重力ですか？物質や光などが持つエネルギーはプラスなんですが、物体同士が引き合う重力のエネルギーはマイナスの値を取るんです。なるほど。つまり、星や銀河が持っている莫大なプラスのエネルギーに対して、重力っていう引力が宇宙の借金みたいにマイナスとして機能しているから、全部足し合わせるとプラスマイナスゼロになるってことですか？まさにその通りです。その宇宙の借金という比喩は完璧ですね。よかったです。総エネルギーが実質ゼロであれば、エネルギー保存則を破ることなく、無から量子トンネル効果という不思議な現象によって極小の宇宙が確率的に抜け出てくることが可能になるんです。マイナスエネルギーのおかげでルール違反にならずにポッと生まれることができたんですね。そして誕生直後、10のマイナス32乗秒という信じられない一瞬で巨大化するインフレーションを経て、光に満ちた火の玉、いわゆるビッグバンへとつながっていったんです。状況を整理しましょうか。物理学の世界での無って何も入っていない空箱じゃなくて、目に見えないほどの小さな泡が湧いては消える炭酸水みたいなものだったってことですね。そうです。ここで興味深いのは、始まりの瞬間にあった炭酸水の泡のようなちょっとした村ですか？わずか10万分の1の温度差なんですけど、これが38万年後の宇宙の晴れ上がりと呼ばれる時期に刻み込まれたということです。曇りガラスが透けた瞬間ですね。宇宙が冷えて光が直進できるようになった瞬間のそのわずかなムラが重力で物質を集めて現在の星や銀河、そして私たち自身を作る種になったんです。宇宙が炭酸水の泡から生まれ、その泡のムラが今の私たちにつながっているなんて壮大ですよね。本当に。でもここからが本当に面白いところなんですよ。宇宙が膨張して星ができたのは分かりましたが、資料によると
実は私たちが知っている物質、つまり星とか私たちの体って宇宙のわずか 5% に過ぎないんですよね。はい。驚愕の事実ですよね。これって単にまだ見つかっていない星があるっていうレベルの話じゃなくて、根本的に何かが違うんですか？全く違います。残りの 95% は全く異なる2つの謎の存在なんです。ほう。まず1つ目がダークマター、暗黒物質です。これが宇宙の約 25% を占めます。25%、質量を持っていて重力で集まる物質なんですが、光を出さない、つまり光と相互作用しないため絶対に見えません。見えないのにそこにあるってどうしてわかるんですか？銀河の回転速度とか、背後にある星の光が重力で曲がる重力レンズ効果の観測からですね。重力だけは確実にわかるってことですか？その通りです。光っている銀河の周りに見えない巨大なマリモのようにまとわりついていて、宇宙の骨格を作っているんです。マリモンみたいに。実は今あなたが座ってこれを聞いている、その部屋の中にも無数にダークマターがあなたの体をすり抜けて飛び交っているはずなんですよ。今、私の体をすり抜けているんですか？遠い宇宙の話かと思ったらとんでもなく身近じゃないですか？私たちがそれを感じるセンサーを持っていないだけなんです。なるほど。でも 25% が見えない重さだとしたら、残りの 70% は何なんですか？それがダークエネルギーです。ダークエネルギー。こちらはもはや物質ですらなく、空間、つまり真空そのものが持つエネルギーだと考えられています。空間そのもののエネルギー？ダークマターが引力で物質を集めるのに対して、ダークエネルギーは重力に逆らって空間を押し広げる引力、反発力として働いているんです。空間自体が反発して宇宙を押し広げているんですか？そうです。しかも、宇宙が膨張して空間が広がっても、このエネルギーの密度は薄まらないという奇妙な性質を持っていまして。ちょっと待ってください。空間が広がっているのに密度が薄まらない？それって私たちの知っている物理法則を完全に無視していませんか？コップの水を大きなバケツに入れたら普通は薄まりますよね。そうなんですよ。私たちの常識からは完全に逸脱しています。だからこそ物理学者たちは、我々の知る物理法則は絶対的なものではないのではないかと考え始めました。なるほど。ここで出てくるのが、10次元ひも理論やマルチバース、多元宇宙の概念ですね。そういうことか。つまり私たちが知っている 5% の物質のルールって絶対的なものではなくて、パソコンでいう Windows っていう OS の中でたまたま動いている一つのアプリに過ぎないかもしれないってことですね。その比喩は非常にわかりやすいですね。別の宇宙では Mac や Linux が動いていて、ダークエネルギーの性質も違うかもしれないみたいな。これをより大きな視点で捉えると、もし無数の宇宙が存在するなら、私たちの宇宙のルールはたまたまこの設定だったということになります。はいはい。だからこそ、世界中の科学者たちが、スーパーカミオカンデのような巨大な水タンクを使って、未知の素粒子を捉えようと生涯をかけているんです。めったに反応しない未知の粒子がぶつかるのを待つ、途方もないギャンブルみたいな実験ですよね。まさに。でももし一つのシグナルを捉えられれば、私たちが OS だと思っていたこの宇宙の OS の根本的な仕組みが解明されるかもしれない。科学者たちはそこにロマンを感じているんです。未知への執念ですね。さて、少し視点を変えて、そのわずか 5% の方、つまり私たち自身を構成する物質に目を向けてみましょう。はい。私たちは星のかけらでできているってよく聞きますけど、根本的な疑問があって。何でしょう？宇宙の始まりでは、物質を消滅させる反物質も同じだけ生まれたはずですよね。その通りです。
初期宇宙では物質と反物質が同じ数だけ生まれました。触れ合うと光になって消えちゃうのに、なぜ私たちは今ここに存在できているんですか？全部消滅して光だけの宇宙になってもおかしくなかったんじゃ。非常に鋭いですね。それが CP 対称性の破れと呼ばれる宇宙最大の奇跡の一つなんです。奇跡ですか？ええ。高エネルギー加速器研究機構のベル2実験などでも研究されていますが、実はほんのわずかな性質のズレがあったんです。ズレ？およそ10億個の反物質に対して物質が10億1個作られました。10億対10億1ですか？はい。そして壮絶な対消滅が起きて、10億のペアは光となって消え去りました。しかし最後に残ったその1の半数、はい。奇跡的に生き残ったわずかな物質の残骸が、現在のすべての星や銀河、そして私たちを作ったんです。私たちは奇跡的に生き残ったわずかなバグみたいなものなんですね。そういう言い方もできますね。でも、もしビッグバンがそんなに超高温高密度の魔法のオーブンだったなら、なぜ最初から全ての元素、炭素とか鉄とかが一気に焼け上がらなかったんですか？ビッグバン直後の最初の3分間というオーブンは、水素やヘリウムといった極めた軽い元素しか作れなかったんです。ガモフの理論の限界ってやつですね。生命に必要な炭素や酸素、鉄などの重い元素を作るには、それから数億年後、宇宙に最初の星が誕生するのを待つ必要がありました。星の中で作られたんですか？はい。星の中心という超高温高圧のコアの中で、トリプルアルファ反応という現象が起きたんです。トリプルアルファ。ヘリウムの原子核が3粒同時にぶつかって合体するという、ビリヤードで言えば奇跡のような確率の反応です。3粒の玉が同時にぶつかるって途方もない確率ですね。星の中心という極限状態だからこそ、長い時間をかけてこの奇跡が連続して起き、重い元素が作られました。なるほど。そして質量の大きな星が再起を迎えるとき、超新星爆発という凄まじい爆発を起こします。これによって内部で作られた元素が宇宙空間にばらまかれたんです。対消滅を生き残り、星の中心で奇跡のビリヤードを経て、最後は爆発でばらまかれた。本当に私たちは星の死骸の寄せ集めなんですね。まさに星のかけらです。なんだか急に自分という存在がロマンチックに思えてきました。でもまだ最大の謎が残っています。何でしょう？材料が揃った地球で、それが生命という複雑なシステムになるのって、一体どれくらいの確率なんですか？それは物理学の法則で星ができることは説明できても、なぜ生命がいるのかは長年の謎だったんです。はい。例えば、最もシンプルな自己複製する RNA ができるには、少なくとも50文字の塩基配列が正しく並ぶ必要があります。50文字？しかし、その確率を計算すると、私たちが観測できる138億光年の宇宙、およそ10の22乗個の星の数の中では、絶対に起こり得ないほど低いんです。待ってください。138億光年探しても絶対に無理なんですか？はい。ではこれは一体何を意味するんでしょうか？私たちがここにいるのは奇跡的な神の力が働いたということですか？これは重要な疑問を投げかけていますね。ここで先ほど少し触れたインフレーション理論が再び鍵を握るんです。インフレーション。実は我々が観測できる138億光年というのは宇宙全体ではないんです。地球上で言えば地平線まで半径5キロくらいしか見れていないのと同じ状態です。私たちが見ている途方もない広さすら本当の宇宙のほんの一部に過ぎないんですか？そうなんです。インフレーションで急膨張した真の宇宙全体には少なくとも10の100乗個もの星が存在すると考えられています。10の100乗？ 10の20乗とは比較にならない想像を絶する数です。ということは思考回数がそれだけ膨大なら。はい。ただのランダムな化学反応でも宇宙のどこかで必ず生命は誕生するんです。神の力みたいな奇跡がなくても確率の必然として起こりうると。その通りです。そしてそれがたまたまこの地球だったということですね。圧倒的な数の力が奇跡を必然に変えたんですね。いやー、ここまで一気に駆け抜けてきました。状況を整理してみましょう。はい。宇宙は沸騰する無から始まり、10億分の1の確率で反物質との消滅を生き延びた。そして正体不明の 95% の暗黒に支配されながらも星の死という壮絶なプロセスを経て元素を生み出した。最後に10の100乗という想像を絶する広大な宇宙の中で果てない確率の化学反応の末にあなたという存在が今ここでこの深掘りを聞いている。古代中国の人々が万物を木、火、土、金、水で理解しようとしたように、私たちもまた素粒子やダークマターを通して
自分たちは何からできているのかを探求し続けているんですね。本当にそうですね。今夜あなたが夜空を見上げるとき、ただ光っている星を見るだけじゃなくて、その周りに広がる圧倒的な見えない暗黒と、はい。自分自身がかつてあの星々の中で燃えていたのだというつながりを感じてほしいと思います。私たち一人一人が138億年の進化の証人ですからね。ええ。では最後にあなたに一つ刺激的な問いを投げかけたいと思います。もし宇宙が本当に10の100乗もの星を持つほど無限に近く広大で、全ての可能性がどこかで必ず実現するのだとしたら、この広大な宇宙のどこか遥か彼方の別の銀河で全く同じ姿をしたもう一人のあなたが今全く同じようにこの深掘りを聞いているかもしれません。それは非常に興味深い思考実験ですね。単なる SF ではなく物理学が示す一つの可能性なのです。あなたはどう思いますか？